柿渋を作るわけじゃないよ。柿渋はね、これを潰して絞ってね、何ヶ月も置いてやるんだからね、大変ですよ。それはまた後日やるけど、これはね、拾った青い渋柿、それって普通は柿渋に品質が悪いから使わないらしいんだけど、もったいないから拾ってきたから、この中でやるか、汚れそうだから。これを潰して、青い柿がいいんだよ。これ2個しかないから、どうやってやろうかと思ったんだけど、このままねつけよう。 T シャツの中にこれをというラフなやり方でいきましょう。でもこれちょっとちっちゃそうだね。これにしようかな。この汚れてる T シャツを、でこれタンニンだからね、次に染まりが良くなるから、これをさ、首のとことか汚れてるから、こうやってこうつけよう。水入れた方がいいな。水ちっと入れるか。ちょっと待って、水持ってくる。ちょっと失敗。拾ってきた柿にちょっと水を足すといいよ。水を足して、まず染める前にね、これは水つけといてもいいし、私もいきなりやったけど、もうちょっと足すかね。そしてこうやってつけていこう。私も初めてだけど、これもうタンニンだから、とにかくこれに気に入らなければもうちょっと水足すか。もう少し拾ってくればよかったけどね。もう5つぐらいあるとよかったね。まあいいわ、こんだけしかないから。よいしょ。でこう全体にもうちょっと水入れた方がいいかな。2個だからな、ちょっと少ないよね。わかった。これまあさ、拾ってくるじゃない、落ちた柿を。その中に水を入れて置いとくといいね。ほいで潰して、それから使うといいわ。いきなりやったけど、そうしてください。今思いついた。そして染めたいものを、これ絞ってやってもいいし、絞るとこれはなくなるから、たった2個だから一緒にしましたよ。でこうやってつけとこう。これをね、そうだね、1時間ぐらいつけとくか。つけとくってないけどねいいわ。よいしょ。こうやって全体に、これどんな模様でもいいよ。私はこの絞りにしようと思ってこうしてるけど、この辺入ってないけど、まあそれもいいと思うよ。まあ適当にやって、それで1時間ぐらい置いて、洗わないで干して、それから洗いましょう。はい、じゃあこうやって置いとこう。これで洗わないでね、干そうね。今こんなよ。もっとあればよかったけど、まあこれだけだから絞らなかったよ、私はね。絞った液を使ってもいいんだよ。その方が綺麗にできると思うけど、これだけしかなかったからね。こういうのをなるだけ取って、でこの上に何か染めてもいいし、ここいっぱいあんがついてるけど、できてから考えよう。綺麗に乾いてね。こういうのは取ってなるだけ干しておきましょう。はい、干しますよ。日に当ててね。これは2個だけだったでしょ。それでちょっとしかなかったし、これアクで焙煎したんですよ。アクを使わなかったらもう少しオレンジ色だった。アクで焙煎しない方が綺麗だよ。ちょっとやってしまった。これはまた別のものを染めると草木染めで、そうするとね、この部分がタンニンだからすごくここがよく染まる。それでこっち側も少しタンニンかかってると思うから濃くなると思うよ。だからもう一回染めてみようか、何かでね。そうすると面白いと思う。実は実がねつきっぱなしでやったから、本当はねやっぱ実は絞った方がいいね。もっとあればもっと茶色になったしね。
ぜひぜひやってみて面白いと思うよ。その辺にはいね。これね染めたんだけど柿が少なかったからこんぐらいしか染められないからこれをインチキしただってこの前冷蔵庫壊れたじゃない。そして本当はマリーゴールドいっぱいあったんだけど花びら全部ダメになって溶けて、だからこれだけじゃ足りないからダメよこんなことしちゃ。玉ねぎの皮も入れた、ごめんね。そして煮るこの液につけますね。そしてねこれはタンニンだからタンニン下地してあるのと同じことなのよ。だからすごく染まると思う。でこれは渋柿をつけた後にアクで焙煎しないとねオレンジ色でいい色だよ。それでもいいよ。その方がいいかもしれない。タンニン強いからね別に焙煎しなくてもいいんだけどしたのよ私は。でこれに入れるねすごいなんかショートカットというのかなというの、これ一緒に入れてもいいわ。入れますこれはだからアクの焙煎してあるからこれ入ってても色がつかないから時々色のつく、そうだねコチニールとかはこっちに色がつくかもしれないからちゃんと取った方がいいよ。でね本当は渋柿もねちゃんと取った方がよかった。ここについて取るの大変だったよ。まあいいじゃん。とりあえずこうやって染める。でもこの愛のとこは染まらんね。まあいいわ。良い子の皆さんはちゃんとこういうの取ってね。そして同じ種類のやつを入れてやってください。別に違うの入れたっていいよね。なんでいけないんだろうね。なんかあるんじゃないの？知らんわ入れた。いいじゃん自分のだから。と笑ってごまかす。緊縮買うかもしれない。これでぐだぐだ煮て焙煎してもいいけど、まあアクの先焙煎してあるしね、いいことにしよう。こんな感じ。どうでしょうか。なんか汚い感じになった？茶色っぽい色にすればいいかな。じゃあ鉄焙煎するか。そうするとよ、これも鉄っぽくなるもんね。この黄色に茶色が本当に汚れた感じになってきたかな。そしたら鉄焙煎にするかも。熱いぐじゅぐじゅ煮てね。それでちょっと汚げな感じするからこれに鉄焙煎するわ私。ちょっと鉄焙煎する。多分こんな感じね。マリーゴールドと玉ねぎで染めたやつ。ちょっとで染めたからあんまり濃くなってないけど、もっとやればもっと濃い色になりますよ。でちょっと変じゃんね。これね鉄焙煎してみる。なんかだんだんドツボだね。渋柿の玉が10個ぐらいあったらこれ全部茶色でできたと思うんだけど、以前作った古釘と氷砂糖と酢で作った鉄ね、木酢酸鉄、これにつけます。ぐりぐり。これを30分ぐらいやって、もう一回さっきの液に煮出した液ね、マリーゴールドとインチキして玉ねぎの皮も入れたやつ、それに入れておしまいにしますね。これを30分ぐらいこの液につけて、30分つけたよ。これを粉中洗ってよいしょ。これにまたやるね。もうちょっと欲しいよねこれ。もうちょっと水入れる。まあいいわ。これ入れるね。洗ったよ。まだ濃くしたい人はまたマリーゴールドでも玉ねぎでもいいし、また結構渋柿が落ちてる人は取ってきて絞ってやってもいいよ。墨塗ったみたいになったね。タンニンのと全体にも渋がついてるからちっと普通よりは濃いと思う。こうやって煮て作ります。また後で干すところね。やったよこれね、ここが渋柿を最初に染めたところ、それでマリーゴールドと玉ねぎで染めて、それから鉄焙煎した。ここタンニンだからね、
黒っぽくなってこんな感じです。どう